こんにちは、皆さん。Japanese Listening with Miyu へようこそ。私はMiyuです。今日も皆さんと一緒に日本語を楽しく学んでいきたいと思います。今日のテーマは日常生活の会話ですよ。こんにちは、ハルトです。みゆさん、今日も元気いっぱいですね。リスナーの皆さんも、みゆさんの声を聞くと、きっと元気をもらえると思いますよ。わあ、ハルトさん、ありがとうございます。皆さんに元気をお届けできるように、今日も一生懸命頑張ります。今日のテーマ、日常生活の会話って本当に大切ですよね。日本での生活では毎日いろいろな場面で日本語を使いますもんね。その通りですね。日本語を学ぶ上で、文法や単語ももちろん重要ですが、実際に使われている自然な会話の表現を知ることはとても役立ちます。教科書ではなかなか学べない生きた日本語に触れる機会をこのポッドキャストで提供できたら嬉しいですね。はい、私もそう思います。特に友達との会話とか、お店でのやりとりとか、本当に身近な場面で使う言葉って学校では教えてくれないことも多いですよね。今日の放送でリスナーの皆さんが、これ使ってみようって思えるフレーズをたくさん紹介していきたいです。ぜひそうしていきましょう。例えば、買い物に行った時、レストランで注文する時、あるいは道に迷って誰かに助けを求めたい時など、具体的なシチュエーションを想像しながら役立つフレーズを一緒に練習していきましょう。自然な発音やイントネーションにも少しずつ慣れていってもらえたら嬉しいですね。ハルトさん、今日のテーマで特にどんな会話の場面を考えていますか？私はやっぱり買い物と食事の会話が一番使う機会が多い気がするんですけど、どうですか？いい質問ですね、みゆさん。そうですね。みゆさんがおっしゃる通り、買い物や食事は日常生活で頻繁に登場する場面ですから、まずそのあたりから深く掘り下げていきたいですね。それから少し応用編として、道を聞く場面やもっとカジュアルな友達との会話についても触れていきたいと思います。素晴らしいです。それはきっとリスナーの皆さんにとってもすぐに役立つ内容だと思います。私も日本に来たばかりの頃はお店で何か聞くのもレストランで注文するのもすごくドキドキしましたから。わかります。私も海外に行った時、言葉の壁を感じて、なかなか自分の言いたいことが伝えられずにもどかしい思いをした経験がありますから。でも少しでもフレーズを知っていると、それが自信につながって、もっと積極的にコミュニケーションを取ろうと思えるようになるんですよね。まさにそれです。最初は簡単な一言からでも通じるとすごく嬉しいんですよね。その喜びがもっと日本語を学びたいっていうモチベーションになります。だから今日の放送が皆さんの日本語学習の小さな一歩になってくれたら本当に嬉しいです。その気持ち、とてもよくわかります。私もみゆさんとこうして話していると、日本語の奥深さや面白さを改めて感じますよ。さて、そろそろ最初のテーマに進みましょうか。最初のテーマは、お買い物の会話です。やったー！お買い物！私、お買い物大好きなんです。日本には素敵なものがたくさんありますよね。でも、お店で店員さんと話すのはちょっと緊張する時があります。そうですね。では、まず簡単なところから始めましょうか。例えば、お店に入った時、店員さんがいらっしゃいませと言ってくれますよね。
これに対して何か特別な返事をする必要はありません。ただ、笑顔で会釈するだけでも十分です。なるほど。ただ、会釈するだけでいいんですね。私はいつもなんて言えばいいんだろうって考えて、結局何も言えずにいました。それで大丈夫ですよ。さて、何か探しているものがあるとき、どのように店員さんに尋ねますか？例えば、この T シャツのもっと大きいサイズはありますか？と聞きたい場合です。この T シャツ大きいサイズありますかですか？とても良いですね。そのままでも十分通じます。より自然な言い方としては、この T シャツのもう一つ大きいサイズはありますか？とか、L サイズはありますか？のように具体的なサイズを言うと店員さんもわかりやすいですね。もう一つ大きいサイズ。なるほど。確かにそっちの方が丁寧な感じがしますね。じゃあ、もしそのサイズがなかったら店員さんは何て答えますか？相手は申し訳ございません。そちらのサイズはあいにく品切れでして、とか、ただいま在庫を切らしております。といった返事が返ってくるでしょう。もし他の店舗にあれば、他店でしたら在庫があるかもしれません。と教えてくれることもありますね。へえ、いろいろあるんですね。あいにく品切れ。覚えておきます。じゃあ、もし試着したいときはどう言えばいいですか？試着したいときは、これ試着してもいいですか？とシンプルに聞けば大丈夫です。もっと丁寧に言いたい場合は、こちら試着室で試着させていただけますでしょうか？のように言うと、より丁寧な印象になります。試着室で試着させていただけますでしょうか？ちょっと長いけど覚えておけば安心ですね。試着室の場所がわからなかったらどう聞けばいいですか？その場合は、試着室はどこですか？と聞けば教えてくれますよ。もし店員さんが忙しそうであれば、すみません、試着室は？と少し控えめに尋ねるのも良いでしょう。なるほど。状況に合わせて言い方を変えるんですね。勉強になります。じゃあ、気に入ったものが見つかって、お会計をしたいときはどうしますか？お会計の時は商品をレジに持っていき、お願いしますというだけで十分です。店員さんがお会計よろしいでしょうかと聞いてくるので、はい、お願いしますと答えればスムーズですね。お願いします。シンプルでいいですね。シンプルを聞かれたらどう答えたらいいですか？例えば、現金で払いたいときとか。支払いの際に、お支払い方法はいかがなさいますかと聞かれたら、現金の場合は現金でお願いしますと言います。クレジットカードならカードでお願いします。〇〇ペイなどの電子マネーなら〇〇ペイでお願いしますと答えます。わかりやすいです。もし、ポイントカードを持っているのに聞かれなかったらどうすればいいですか？そういう時もありますね。その場合は、ポイントカードはありますかと聞かれなくても、自分からポイントカードありますとか、ポイントカードお願いしますと言って提示すれば大丈夫です。なるほど。ちょっとしたことだけど知っていると安心ですね。そういえば日本のお店って商品を袋に入れてくれるとき、袋はご一緒でよろしいですかとか、袋は必要ですかって聞いてくれることが多いですよね。そうですね。環境への配慮からレジ袋が有料になっているお店も増えましたからね。もし袋が不要なら、いいえ大丈夫ですとか、袋は結構ですと断ることができます。必要な場合は、はい、お願いしますで大丈夫です。私、いつも袋は大丈夫ですって言っちゃうんですけど、これって袋はいりませんっていう意味で合ってますか？はい、みゆさん、それで合っていますよ。大丈夫ですという言葉は、
状況によって問題ないですという意味にも必要ないですという意味にもなるので、少し混乱しやすいかもしれませんね。この場合は袋は必要ありませんという意味で正しく伝わっています。よかった。安心しました。じゃあ、もし店員さんがまたお越しくださいませって言ってくれたらどう返せばいいですか？その時は軽く会釈をするか、ありがとうございますと笑顔で答えるのが自然ですね。特に何か長々と話す必要はありません。わかりました。お買い物の会話、結構いろいろなフレーズがあるんですね。でも、ハルトさんの説明のおかげでなんだか自信がついてきました。それは良かったです。少しずつ実際に使ってみることが大切ですよ。さて、次のテーマは食事に関する会話です。カフェやレストランでの注文、あるいは友達と食事に行く約束をするときなど、いろいろな場面で使えます。食事、これも毎日するからすごく重要ですよね。ハルトさん、私が一番知りたいのは、レストランでメニューを見て、これ何ですかって聞きたいとき、どう言えばいいかです。なるほど。それはよくあるシチュエーションですね。メニューの指しているものを指さしながら、これ何ですかと聞くのはもちろん大丈夫です。もう少し丁寧に聞きたい場合は、すみません、こちらのお料理はどのようなものですかとか、これどんなお料理ですかと尋ねることができます。どのようなものですか？なるほど。丁寧ですね。もし、アレルギーがあるから、特定の食材が入っていないか確認したいときはどう言えばいいですか？それはとても大切な質問ですね。例えば、卵アレルギーがあるなら、卵アレルギーがあるのですが、この料理に卵は入っていますかと具体的に伝えると良いでしょう。あるいは、〇〇抜きにできますかと聞くこともできます。〇〇抜きにできますか？これは便利ですね。じゃあ、注文するときはどう言えばいいですか？これくださいで大丈夫ですか？これくださいでも通じますが、もう少し丁寧に言いたい場合は、〇〇を一つお願いしますとか、〇〇にしますというのが自然ですね。もし飲み物と料理を一緒に注文するなら、〇〇と〇〇をお願いしますというようにつなげます。〇〇にしますもいいですね。じゃあ、もし、おすすめは何ですかって聞きたいときは？それもよく使いますね。何かおすすめはありますかとシンプルに聞けば大丈夫です。店員さんがいくつか候補を挙げてくれたら、ではそれにしますとか、〇〇にしますと返せばいいですね。なるほど。じゃあ、もし友達とレストランに行って、友達が何にするって聞いてきたら、どう答えればいいですか？まだ決まってないときとか。その場合は、まだ迷ってるんだとか、どれも美味しそうで決められないよと正直に伝えればいいですよ。あるいは、みゆは何にするのと聞き返すのも良いですね。どれも美味しそうで決められないよ。それ、よくあります。じゃあ、もし注文したものがなかなか来ないとき、どう言えばいいですか？その場合は店員さんを呼んで、すみません、注文した〇〇はまだですかと尋ねるのが一般的です。もし急いでいるなら、急いでいるのですが、もう少し早くできますかと伝えることもできますが、状況を見て判断してくださいね。わかりました。あまり催促しすぎないように気をつけます。食事が終わってお会計をしたいときはどう言えばいいですか？食事が終わったら店員さんを呼んでお会計をお願いしますというのが一番シンプルで一般的です。最近は
テーブルに設置されている呼び出しボタンを押して、お会計お願いしますと伝えるお店も多いですね。呼び出しボタン、便利ですよね。じゃあ、もし割り勘にしたいときは？友達と一緒に行ったときとか。割り勘にしたいときは、お会計のときに店員さんに割り勘でお願いしますと伝えるか、友達と相談して割り勘にしようかと提案するのが良いでしょう。最近は一人ずつ会計できるお店も増えましたね。なるほど、そうなんですね。日本のレストランではチップは必要ないんですよね。はい。日本では基本的にチップの習慣はありません。サービス料が含まれている場合もありますが、それ以外に別途チップを渡す必要はありませんよ。よかった。チップの計算って結構難しいからいつも悩んじゃうんです。これで安心して食事ができます。それは良かったです。食事の会話もいろいろな場面で使えますから、ぜひ練習してみてください。さて、続いてのテーマは、道を聞く場面です。これは特に旅行中や新しい場所に行った時に非常に役立つスキルですよね。はい。道に迷った時、本当に困りますもんね。ハルトさん、まず知らない人に話しかける時、なんて言えばいいですか？良い質問です。知らない人に話しかけるときは、まず、すみませんと声をかけるのが基本です。これで相手の注意を引くことができます。その後で、ちょっとお尋ねしてもよろしいでしょうかと続けると、より丁寧な印象になりますね。ちょっとお尋ねしてもよろしいでしょうか？長いですけど、これだと失礼にならないですね。じゃあ、目的地を伝えるときはどう言えばいいですか？例えば、東京タワーに行きたいのですが、とか。その場合は、東京タワーに行きたいのですが、道順を教えていただけますかと具体的に尋ねるのが良いでしょう。もし、今いる場所から目的地までの距離がわからない場合でも、とにかく目的地を伝えることが大切です。なるほど。道順を教えていただけますか？ですね。もし相手が教えてくれた道を理解できなかったらどうすればいいですか？それはよくありますよね。焦らずに、すみません、もう一度ゆっくり教えていただけますかと頼むのが一番です。あるいは、もう少し詳しく教えていただけますかと聞くのも良いでしょう。地図を見せながら説明してもらうのも有効です。ゆっくりですね。もし右とか左とか言われてもどっちかわからなくなっちゃったら？それもありがちですね。その場合は、右ってこの方向ですかと指をさして確認したり、左に曲がるというのはあちらの道ですかと具体的に示すと相手も理解しやすいですよ。確かに指をさして確認するのはわかりやすいですね。じゃあ、もし途中で〇〇が見えたら右に曲がってくださいって言われたけど、その〇〇が見つからなかったら？その時はまた誰かに声をかけて、すみません、〇〇を探しているのですが、この辺りにありますかと尋ねてみましょう。途中で確認しながら進むのが迷わないためのコツですね。なるほど。途中で何度も確認するんですね。もし教えてもらった道が行き止まりだったり間違っていたりしたらどうすればいいですか？それは困りますね。その場合はまた誰かに聞いてみるしかありません。あるいはスマートフォンの地図アプリを使うのも良い方法です。ただ、誰かに道を聞くときは、感謝の気持ちを伝えることを忘れないでくださいね。はい、教えてもらったらありがとうございますってしっかり言います。じゃあ、もし相手が
この道をまっすぐ行くとすぐそこですよって言ってくれたらどう返せばいいですか？その場合は、ありがとうございます、助かりましたとか、わかりました、行ってみますと笑顔で答えるのが良いですね。相手に感謝の気持ちを伝えることが大切です。わかりました。道を聞くのってちょっと勇気がいるけど、知っておけば安心ですね。そうですね。困っている時に助けを求めるのは決して恥ずかしいことではありませんからね。さて、最後のテーマは友達とのカジュアルな会話です。これは皆さんの日本語をより自然にするためにとても役立つでしょう。友達との会話。これは一番楽しいテーマかもしれません。ハルトさん、友達に会ったとき、なんて言えばいいですか？こんにちは以外でもっとカジュアルな言い方ってありますか？もちろんありますよ。親しい友達には、よっとか、久しぶり、あるいは元気といったカジュアルな挨拶を使います。特に久しぶりはしばらく会っていなかった友達に使うと親しみが伝わりますね。よっとか、久しぶり、いいですね。私も使ってみたいです。じゃあ、相手が元気って聞いてきたらどう答えたらいいですか？元気な時は、元気だよと答えます。もしちょっと疲れている時やあまり元気がない時は、まあまあかなとか、ちょっと疲れてるんだと正直に伝えるのも良いでしょう。なるほど。正直に伝えるのも大切なんですね。じゃあ、もし友達が何か面白い話をしてくれたとき、へえ、そうなんだ、以外にもっとリアクションのバリエーションってありますか？もちろんありますよ。へえ、そうなんだも良いですが、マジでとか、本当にすごいね、やばいといった相槌や感嘆詞を使うと、より会話が弾みます。特に若い人の間では、やばいがポジティブな意味でも使われることが多いですね。マジでとか、やばい。私もよく聞きます。これ使ってみたいです。じゃあ、友達に何か提案したいとき、例えば、今週末映画に行かないって誘いたいときはどう言えばいいですか？その場合は、今週末映画行かないとか、週末映画でもどうと誘うのが自然ですね。もし相手の都合を聞きたいなら、週末何か予定あると先に尋ねるのも良いでしょう。映画でもどう？いいですね。もし相手が、ごめん、その日はちょっとって断ってきたらどう返せばいいですか？その場合は、そっか、残念。また今度誘うね。と相手の都合を尊重する返事をすると良いでしょう。無理強いはしないことが大切です。わかりました。じゃあ、もし友達が何か困っているように見えたら、どう声をかけたらいいですか？友達が困っているときは、どうしたのとか、何かあったと優しく声をかけるのが良いですね。もし具体的な状況が分かっているなら、何か手伝えることあると提案するのも親切です。何かあった？私も友達に言われたら嬉しいです。じゃあ、もし友達が、みゆ、最近どうって聞いてきたら、最近あった出来事を話したいんですけど、どう切り出せばいいですか？その場合は、最近ね、実は〇〇があってさ、とか、この前〇〇に行ったんだというように、具体的な話題から話し始めるのが良いでしょう。あまり長くなりすぎないように、ポイントを絞って話すことが大切です。なるほど。じゃあ、もし友達の話を聞いていて、それは大変だったね、とか、それは良かったねって共感したいときは、
どう言えばいいですか？相手の感情に寄り添う言葉は大切ですね。それは大変だったねとか、それは辛かったねと共感したり、良い話なら、それは良かったねとか、おめでとうと喜びを分かち合うと、友達との距離がぐっと縮まります。共感って大切ですよね。じゃあ、もし友達と別れるとき、なんて言えばいいですか？さようなら以外で。親しい友達には、じゃあねとか、またね、あるいはバイバイといったカジュアルな言葉を使います。もし次に会う予定があるなら、また来週ねとか、また明日と付け加えるのも良いですね。じゃあねとか、またね。いいですね。私もよく使います。ハルトさん、今日のテーマ、日常生活の会話を通して、本当にたくさんの役立つフレーズを教えてもらいました。なんだかもっと日本語で話すのが楽しくなりそうです。それは嬉しいです、みゆさん。皆さんも今日学んだフレーズを日常生活の中で少しずつ使ってみてください。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、何度も繰り返すことで自然と口から出てくるようになりますよ。はい。私も今日教えてもらったマジでとかやばいを早速使ってみたいです。ちょっとドキドキしますけど、きっとみゆさんの元気な声で言えば、どんなフレーズも可愛らしく聞こえますよ。大切なのは完璧を目指すことよりも、まずは使ってみる勇気を持つことです。ありがとうございます。勇気を出してたくさん使ってみます。そしてもし間違ってもハルトさんが優しく教えてくれるから安心です。もちろんです。私もみゆさんの日本語学習を全力でサポートしますよ。リスナーの皆さんも、もし何か質問があれば、コメントなどで教えてくださいね。皆さんの質問もぜひ私たちに聞かせてください。今日の日常生活の会話のテーマ、本当に楽しかったです。ハルトさん、今日もありがとうございました。こちらこそ、みゆさん。みゆさんの質問がいつも的確なので、私も楽しく説明できました。ありがとうございました。さて皆さん、今日の Japanese Listening with Miyu はいかがでしたでしょうか？日常生活で使える日本語のフレーズをたくさん紹介しましたが、いかがでしたか？少しでも皆さんの日本語学習の助けになれば嬉しいです。今日紹介したフレーズは、どれもすぐに使えるものばかりですので、ぜひ積極的に使ってみてくださいね。繰り返し聞くことで自然な発音やリズムが身についてきますよ。ぜひ通勤・通学中やお家でリラックスしている時に何度も聞いてみてください。そして今日学んだことを実際に友達やお店の人との会話で試してみて、成功体験を積んでいくことが何よりも自信につながります。来週はどんなテーマにしましょうか、ハルトさん。私は日本の文化についてもっと知りたいなぁなんて思うんですけど。いいですね、みゆさん。日本の文化は奥深いですから、例えば日本の季節の行事について話すのはどうでしょう。お祭りやイベントを通して会話を広げるのも楽しそうです。わー、それすごく面白そうです。日本の夏祭りとかお正月とか、私もたくさん質問したいことがあります。来週もぜひ楽しみにしていてくださいね。ぜひ。季節の移り変わりを感じながら、その時期ならではの日本語表現を学ぶのも良い経験になると思います。はい。皆さんも来週の放送もぜひ聞いてくださいね。今日のポッドキャストが皆さんの日本語学習に少しでも役立ったら嬉しいです。それではまた次回の Japanese Listening with Miyu でお会いしましょう。みゆさん、今日もありがとうございました。ハルトさん、ありがとうございました。リスナーの皆さん、また来週。じゃあねー。また来週。